フォーミュラー計画の系譜。フォーミュラー計画とは、地球連邦軍海軍戦略研究所、通称サナリーが推進した小型モビルスーツ開発計画の名称である。このフォーミュラー計画は、モビルスーツの開発だけでなく、後述する革新的な新技術、バイオコンピューターや MCA 構造、ベスバーなどの関連技術を確立し、本計画で誕生したガンダム F90 は、地球連邦軍の次期主力モビルスーツコンペティションで、アナハイムエレクトロニクス社の MSA120 を下す完成度を誇っていた。後に、この F90 の設計をベースに、当時の最高水準のスペックを獲得し完成した高性能小型モビルスーツがガンダム F91 となる。この F91 の誕生は、宇宙世紀における最強モビルスーツ、ビクトリーガンダム系列への礎を築くとともに、革新的な新技術の数々を導入したことから、これまでのモビルスーツをはるかに凌駕する性能を獲得するに至っている。そんな F91 を誕生させたフォーミュラー計画の系譜の始まりは、宇宙世紀0090後期にサナリーが地球連邦宇宙軍のエコーズ専用に開発した特殊部隊用モビルスーツ D50C ロト2まで遡る。なお、クロスボーン系列まで含めると機体数が膨大になってしまうため、この動画では F91 のバリエーション機までを解説いたします。D50C ロトは連邦宇宙軍特殊作戦軍エコーズの専用モビルスーツとしてサナリーが極秘裏に開発を行った機体である。この機体の開発経緯は隠密作戦に適用させ、秘匿性を獲得するための大幅な機体のダウンサイジング化と小隊8名を輸送可能な収容能力の確保、さらに迅速な作戦遂行能力を併せ持つ高い機動性という無理難題ともいえる地球連邦軍からの要求が背景にあった。これに対してサナリーは独自で開発した超小型熱核反応炉の採用を決定する。この超小型熱核反応炉は従来のモビルスーツジェネレーターに比べて出力性能は劣るものの、機体の大幅な小型化と高い機動性の獲得という革新的な新技術であり、当時のモビルスーツ産業において独占的な地位を確立していたアナハイムエレクトロニクス社でも成し得なかったモビルスーツの小型化という偉業を達成している。さらに機体の内装、外装の余分な空間をミリ単位で調整し、徹底的にデッドスペースを発生させない仕様に仕上げたことで、兵員の収容性の確保と全高 12.2 メートルという小型モビルスーツでありながら適切な出力重量比を獲得し、見事なダウンサイジングに成功している。ロトで得られた実践データは後に誕生する宇宙世紀100年代の小型モビルスーツ群へと影響を与えることになり、ロトの系譜の先には同系列のタンク型モビルスーツ F50D や F50D を再構築し完成したと言われるガンタンク R44 が誕生している。なお、ガンタンク R44 とは F91 の劇中に登場し、ロイ・ユングが所持していた機体である。F90 ガンダム F90、宇宙世紀0080後期から続いたモビルスーツの大型化に伴う高出力かつ高性能という技術的躍進は第一次ネオジオン戦争終結後も止まることはなく、結果的に戦争の縮小という時代背景に付随する形で高コストを招き、地球連邦政府の予算を圧迫するという事態に陥っていた。この問題に警鐘を鳴らした地球連邦軍の諮問機関サナリーは、宇宙世紀0102地球連邦政府に対してモビルスーツの小型化を提言。これを受けた地球連邦軍はアナハイムエレクトロニクス社に小型モビルスーツの開発を要請し、宇宙世紀 0109RGM109 ヘビーガンがロールアウトするも、アナハイムエレクトロニクス社はモビルスーツの小型化に対し懐疑的であり、技術面においても小型化かつ高性能の両立という解決策を見出せずにいたため、このヘビーガンの性能はサナリーを納得させる水準のものではなかった。この事態を重く受け止めたサナリーは同年、宇宙世紀0109サナリー自身が小型モビルスーツを開発するため、高性能かつ小型化の両立というコンセプトのもとフォーミュラー計画に着手。前述のロトをベースに極限まで無駄な機能を省き、改めて汎用人型兵器の本質というものを徹底的に追求。その上でモビルスーツ自体を原点回帰させ、多様なオプション装備によって戦況に合わせた汎用性と高性能化を実現するという構想のもと、フォーミュラー計画は進行していく。そして宇宙世紀 0111F91 の前身となる F90 がロールアウトを果たし、先行してオプション装備
A、D、S、M、H が誕生することになる。量産化に向けた技術立証用として2機が試作されており、搭載された戦闘プログラムには1号機はアムロレイ、2号機にはシャアーズナブルの戦闘プログラムがインストールされていたと言われている。この F90 最大の特徴は26種類ものミッションパックを有しており、戦況に応じて A から Z までのミッションパックに換装できるという高い汎用性にあった。機体各部には11箇所ものハードポイントを備え、多種多様なミッションパックの装備を実現。2機の小型ジェネレーターの搭載と疑似人格コンピューターを機体制御に用い、さらに屋島重工が開発したマイクロハニカム技術によって従来機より装甲の断面積を 30% 薄くしつつも材質強度を高めるという高出力かつ軽量化と装甲強度向上の両立を達成している。26種類、一説では27種類のミッションパックのうち、可変速式ビームライフルベスバーとビームシールドのテストベッドにあたるミッションパックを F90 に搭載した機体が F90V ガンダム F90 ベスバータイプオプションであり、この機体で得られた運用データは F91 の開発に大きな影響を与えることになる。またサナリーにおけるフォーミュラー計画の系譜は F90 に採用されたミッションパックをベースに進められており、 S タイプは戦闘支援型モビルスーツ F70、 V タイプは F91、W タイプは F99、 F タイプは後にクロスボーンガンダムと名付けられる F97 へと分岐していくことになる。なお局地戦闘格闘型モビルスーツの F60 シリーズ F90 の前身機として開発された試験型汎用性モビルスーツ F80 シリーズも存在しており、機体に振り分けられた数字は全てが開発順というわけではなく、機体特性ごとに付けられたサナリー内部でのコードネームに過ぎないと言われている。F91 ガンダム F91 の誕生。宇宙世紀 O111 地球連邦軍の磁気主力モビルスーツコンペティションの末 F90 の正式採用が決定。それから約5年後となる宇宙世紀 O116 ベスバーとビームシールドを搭載した F90V の運用データを参考に排熱処理などの問題点を改善した結果、モビルスーツの技術的限界を達成した機体 F91 がロールアウトを果たす。しかしこの時点ではまだまだ調整段階であり、第1次オールズモビル戦役、第2次オールズモビル戦役を経てフロンティア1での頭部コンピューターの換装とバイオコンピューターの調整を受けた後、宇宙世紀 O123F91 はシーブックアノーをパイロットに迎え、小型化かつ高性能のフルスペックモビルスーツとして完成。コスモバビロニア建国戦争に参戦し、他のモビルスーツを凌駕する活躍によって多大な戦果を上げる力を発揮している。なお本機の開発コードは F9 型1号機、つまり F91 であり、ガンダムの名を冠してはいなかったが、劇中においてフェイスガードを閉じた F91 の頭部がガンダムタイプの面構えをしていたため、スペースアーク艦長代行であるレアリー・エドベリがガンダム F91 というコードネームを採用させることになる。フォーミュラー計画はサナリーが提言し着手したことに端を発しているが、実際のところはサナリー独自で推し進めてきたプロジェクトではなく、屋島重工やアナハイムエレクトロニクス社からの人員提供、技術力の提供が行われるとともに、かつてホワイトベースに所属していたサナリーの幹部にして磁気主力モビルスーツ開発担当であるジョブ・ジョンを中心に改良型熱核反応炉とバイオコンピューターの搭載、 MCA 構造とマイクロハニカム技術の導入、疑似人格コンピューターシステム、ミッションパックの採用、ベスバー、ビームシールドの実装など革新的な新技術の数々が開発採用されることになる。この中でも画期的ともいえる新技術が F91 に導入された MCA 構造である。この MCA 構造は従来のモビルスーツに採用されていたムーバブルフレームに代わる基本構造としてサイコフレームの技術を応用し、センサーなどの伝送機器を金属粒子サイズにして装甲や構造材に込み、機体強度を維持しつつモビルスーツの飛躍的な小型化と軽量化を実現。さらに装甲自体に複合センサーとしての機能を持たせることでより洗練された機体構造へと仕上がっている。また MCA 構造にはサイコフレームの技術が応用されているが、劇場公開時の一部資料オフィシャルエディションではコックピット周辺にサイコフレームを搭載しているとの記述も残されている。後に現在連載中の機動戦士ガンダム F91 プリクエルにおいて
改めて MCA 構造とコックピット周辺にサイコフレームが搭載されていることが示唆された。バイオコンピューターの搭載。バイオコンピューターはパイロットの感情や思考、記憶に至る領域にまで踏み込んだ演算が可能であり、機体に搭載されているセンサーなどで収集した戦況や情報、つまり機体が感じたことをパイロットの脳に直接伝達するという画期的な管制システムである。このバイオコンピューターは神経細胞の構造を有する有機媒体であり、もともとは障害者用に考案された福祉用のインターフェースであったが、軍事技術として転用。これによって従来のサイコミデバイスが引き起こしていたパイロットへの精神的、肉体的負担という問題点を容易にクリアし、これまでのサイコミデバイスとは一線を画す全く新しいシステムのひな形として F91 の頭部に搭載されることになる。また F91 はハイスペックを獲得したゆえに、一般的なパイロットではそのポテンシャルを最大限発揮させることができず、通常時はバイオコンピューターによってリミッターがかけられている。しかしパイロットが F91 の性能を最大限発揮できると判断した瞬間、後述する最大稼働モードが発動。爆発的な機動性と現時点での限界域の性能を遺憾なく発揮することが可能になる。これらの最大稼働モードや複合センサーをはじめとする複雑なシステムの統合、前述のパイロットへの負担軽減などからバイオコンピューターが最も最適と判断されたため採用されることになる。さらにシステムの起動にはあやとりの8掛けの吊り橋がパラレル回線の構造を読み解くヒントになっており、劇中ではディーズアノーの働きによってシステムの起動に成功している。なお前述の機動戦士ガンダム F91 プリクエルでは F91 バイタル1号機、F91 バイタル2号機、F91、3号機という3機の試作機が製造されており、ロールアウトした時点ですでにバイオコンピューターを搭載しているなど、これまでの F91 の開発経緯とは差異が生まれる設定になっている。この F91 バイタル1号機、F91 バイタル2号機は幻の白い F91 と呼ばれ、モニカー脳を中心とした開発チームによってバイオコンピューターを搭載した稼働試験が実施されている。しかしこの時点ではパイロットとバイオコンピューターの意識を直結させる制御に難航しており、稼働実験中に暴走し MEPE を引き起こすなど不安定な機体となっている。3号機に至っては全てが不安定で稼働すらできない状態にあったが、この3号機が後にシーブックアノーが乗る F91 になるのではないかと言われている。 MEPE 金属剥離効果。 MEPE とは Metal Peel Off Effect 略称であり、前述の最大稼働モードが引き起こす F91 最大の副次的特殊機能。最大稼働モード発動時、 MCA 構造を有している F91 の機体表面が高温を帯びてくるのと同時に、機体を冷却するため両肩部にマウントされている6機の放熱フィンと逆部のふくらはぎに設けられたリトラクタブルスラッサーが展開。さらに頭部に搭載されたバイオコンピューターを冷却させるためフェイスガードが展開され、冷却用触媒が排出される。それでもなお機体の冷却が追いつかない場合、装甲表面の金属粒子を剥離させることで強制的に冷却が行われる。戦闘中この剥離した金属片を敵機の索敵装置がモビルスーツと誤認するとともに、戦闘領域内に高機動戦闘によって発生した金属粒子残留形状がパイロットの肉眼までも欺くため、いわゆる質量を持った残像を発生させるのである。劇中では機体全体が金色の光に覆われる描写と、最大稼働モードによる限界域の性能や MEPE の発生によって鉄仮面が乗る XMA01 ラフレシアに対し、あたかも F91 が無数に分身しているかのように幻惑させている。この時圧倒的な機動性と質量を持った残像という特殊機能を目の当たりにした鉄仮面は F91 を化け物かと評していた。 F91 の武装。 F91 に装備されている高出力高火力兵装を支えた新技術の一つが改良型ミノフスキー・イオネスコ型熱核反応炉であり、この新型の熱核反応炉は出力の大幅な向上によって後述するビームシールドやベスバーといった強力かつエネルギー消費の激しい装備の運用に至っている。ビームライフル。 F90 が装備していたものをより洗練し完成度を高めた F91 専用のビームライフル。
コンデンサーを改良したことにより15メートル級モビルスーツに適した小型化に成功しながらも、出力と発射可能弾数の向上を実現している。また出力の調整も可能であり、射程の長い通常のビーム兵器に加えて連射性を重視したビームマシンガンとしての使用も可能となる。ビームランチャー。一年戦争時から開発が進められていたビームバズーカの発展型であり、ビームをパルス状に圧縮して射出する構造になっている。近距離、中距離、遠距離問わずにその威力を発揮し、ビブには E パックがマウントされている。ベスバー。正式名称はバリアブルスピードビームライフル。直訳すると可変速ビームライフルであり、ジェネレーター直結式の強力式ビーム兵器。背部に2機搭載されており、ビームの収束率と発射速度、発射間隔を無段階で調整できるとともに、威力の高い低速砲から貫通力の高い高速砲まで打ち分けることができる。その威力はビームシールドを貫通し、一撃で敵機を撃破する破壊力を誇る。頭部バルカン、メガマシンキャノン。頭部に搭載された従来のモビルスーツと同種の 60mm バルカン砲。胸部には大口径の実体弾系固定兵装であるメガマシンキャノンを搭載。近距離ならばモビルスーツを撃破できる威力を誇っているが、固定兵装の種車界は狭くなっている。ビームサーベル。左腰部のサイドアーマーに2機マウントされており、軽量化と非常に高い効率化が図られている。従来のビームサーベルに採用されていたリミッター機能を廃止、ビーム刃の形成持続時間が飛躍的に向上し、ビーム刃を細く形成することでエネルギー消費を抑えつつ高威力を実現している。劇中ではマニュピレーターで保持した状態から関節部を回転させ、無人殺戮兵器バグの無差別攻撃からビームチャクラムのような形を形成し撃破するという使用方法を披露してみせた。ビームシールド。アイフィールドを膜状に形成し、ミノフスキー粒子を収束させることでビームや実体弾を遮断できる防御壁を発生させる装備。左腕部に発進ユニットが搭載されており、従来の装甲式シールドよりも軽量となっている。短時間であれば本体から切り離した状態でも稼働させることが可能で、劇中では投擲武器として使用する描写が描かれた。 F90 セカンド、ガンダム F90 セカンド。この機体は第1次オールズモビル戦役で大破した F92 号機に大規模な改修と強化を加え、ミッションパックの換装機能はそのままに、基本性能の向上とバイオコンピューターの搭載を行い完成した機体が F90 セカンド、別名 F90 ダッシュである。前述の通り F90 はもともと量産化に向けた技術立証用として2機試作されており、そのうちの2号機がオールズモビルに強奪されてしまう。オールズモビルに強奪されて以降は火星独立ジオン軍仕様として独自の改修とカラーリングが施され実戦に投入されているが、地球連邦軍との戦闘の末大破し、連邦軍が2号機の奪還に成功。修復を兼ねた全面改修を行い、 F90 セカンドとして再び蘇ることになる。改修のベースとなったのはコスモバビロニア建国戦争投入前の F91 が参考にされており、改修終了と同時にミッションパックの I タイプと L タイプも完成を果たしている。この I タイプはサブフライトシステム搭載型の追撃・迎撃仕様のミッションパックでインターセプトタイプと呼ばれ、 L タイプはビームと実体弾を使い分け可能な長距離狙撃仕様のロングレンジタイプと呼称されている。 F90 サード Y クラスターガンダム。未完成であった F93 号機をベースにガンダム F91 に採用された技術を流用することで開発されたサナリーのフォーミュラー計画における集大成ともいえる機体。磁気主力モビルスーツの試験機として開発された本機はミッションパックの Y タイプから派生した機体であり、最大の特徴は機体の機密保持やデータ回収、パイロットの生存率向上を目的に導入されたコアブロックシステムを採用している点にある。さらに本機の改良型となる F90 サード Y 回のコアファイターはプロトタイプトップファイターと呼ばれている。この機体で採用された上半身をコアファイターで構成するという仕様は後に誕生するビクトリーガンダムの直系の始祖とも呼ばれている。 F91 のバリエーション機。量産型ガンダム F91。 F91 の量産仕様機として開発されたこの機体は量産にあたりバイオコンピューター、フェイスガードの開閉、
MEPE による排熱機構などは排除され、ニュータイプ能力を持たない一般パイロットでも扱いやすい仕様に仕上げている。基本性能や搭載された武装に変更はなく、総合面では原型機に劣るものの量産機でありながら高性能化を実現。一部のエースパイロット用にフェースオープンと放熱フィンのみで機体の冷却を行い、最大稼働状態に対応した仕様のカスタム機も存在しており、青いパーソナルカラーが特徴のハリソン・マディン機がこれに該当する。ガンダム F91 バックキャノン装着型。ベスバーが想定していた性能に達しなかった場合に備えて開発された F91 の武装バリエーションの一機。パワードウェポンタイプとも呼ばれていた本機は、ベスバーの代わりに4連装ビームガトリングガンとミサイルランチャーで構成されたバックキャノンユニットを背部に搭載。大火力による制圧戦を想定した設計がなされていたが、ベスバーが十分な性能を発揮したため本仕様が投入されることはなかった。ガンダム F91 ツインベスバー装着型。 F91 の攻撃力増強プランの一つとして提出された試作型モビルスーツ。計4機のベスバーで構成されるツインベスバーユニットを背部に装着しており、効率的な運用を図るためジェネレーターの改良、機動力低下を防ぐためにベスバー自体に補助スラスターを追加するなど全体的な強化が図られている。個人的にはどことなくフリーダムのハイマットフルバーストモードに似ていて好きな機体の一つです。ガンダム F91WR。 F91 にノングローアップユニットという重視用ユニットを装着させた形態。もともとはガンダムトライエイジに登場するゲームオリジナル機であり、両腕部と両脚部にビームシールドと小型ベスバーを搭載し、両肩部にはベスバーサーベルが追加装備されている。フルアーマーに近しい重武装化によって火力は増強しているものの、原型機よりも大型化してしまい各装備を任意にパージできないという問題点を抱えていた。漏洩したフォーミュラー計画の開発データ。 RXF91 シルエットガンダム。アナハイムエレクトロニクス社がサナリーから非合法に入手したフォーミュラー計画のデータをもとに開発された機体がシルエットガンダムである。このデータをもとにアナハイムエレクトロニクス社が推進したプロジェクトをシルエットフォーミュラープロジェクトと呼び、サナリーから遅れをとっていたモビルスーツ開発技術に追いついた機体と言われている。しかしアナハイムエレクトロニクス社ではバイオコンピューターの技術が未完成だったため、代わりにパイロットの操縦技術や癖を学習し、機体に反映させる高性能教育型コンピューターマニューバコントロールサンプリングシステムを搭載。左腕部に装着されたビームシールド発生機もサナリー製のものよりも大型かつ形状の異なる独自のものが採用されている。また完成用コンピューターの精度はバイオコンピューターよりも劣っているが、ベスバーの威力は独自の改造によって F91 よりも向上しており、総合面では互角の性能を発揮したと言われている。このように小型化かつ高性能を有するモビルスーツの限界性能の達成をコンセプトとしてモビルスーツの開発が実行されたフォーミュラー計画は、さまざまな新技術の導入と F90 をはじめとする試験機の運用データ、実践データを経て高性能小型モビルスーツ F91 を誕生させている。従来のモビルスーツの性能をはるかに凌駕する圧倒的な戦闘能力を獲得した F91 は新たな時代の幕開けを示したガンダムであり、 F91 に限らずフォーミュラー計画で誕生した機体の数々は後の新型機を生み出す技術的な礎となっていく。以上、フォーミュラー計画の系譜の解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。